こんにちは。楽しい血釣りご覧いただきましてありがとうございます。横山です。今回から数回にわたってかかり釣りの入門シリーズをお届けします。かかり釣りに興味を持っていただいた方になるべく遠回りせず大きいチヌを釣ってもらえるようにですね、釣り道具、釣り餌、釣り方など私なりに精一杯紹介してみようと思います。さて第1回は竿について紹介します。かかり釣りの特徴といえばこの短い竿ですね。1.5 メートル前後の専用の竿を使います。かかり釣りの場合はですね、基本狙うポイントは足元直下です。で、イカダやカスのヘリから真下を狙うとなると、長い竿ではかえって邪魔になるんですね。それでこの長さの竿を使うということです。いろんな長さのものが売られてますけども、最初に1本買われるんであれば、標準的な150ないし160を選ぶといいと思います。で、竿を選ぶ時のポイントですけども、イカダ竿の仕事は大きく2つです。一つは、穂先で当たりを表現するということですね。10メーター、15メーター下を真上から狙うとなると浮きや目印で使えないんですね。で、竿先のこの動きで、当たりを取るということになります。で、もう一つの仕事がですね、かけた魚とのやり取りですね。これはこの胴の仕事になります。ですから、竿を選ぶときはこの穂先とそれから胴、この2点で選んでください。まず穂先ですけども、柔らかいもの、硬いもの、何種類も売られてます。例えばシマノの竿でも6種類もあるんですね。で、なんでこれ何種類もあるかと言いますと、流れの速い釣り場、それから水深の深い釣り場、どうしてもですね、穂先が流れや仕掛けの重さに負けてこう下がっていってしまうんですね。そうすると当たりが取りづらくなります。で、それで、釣り場の諸条件に合わせてですね、いろんな硬さの穂先を選択する必要があるということなんですね。で、上手な人はですね、釣り場によって何種類もいろんな穂先を使い分けて釣られるんですけども、私の場合はシマノの中切り上司、もうこれ1本でほとんどやってます。で、これでは対応できない釣り場でだけですね、固めの先上司というのを使用するようにしています。柔らかい穂先とそれから固めの穂先とですね、2種類持ってれば、どんな釣り場でもなんとかなるだろうと思います。で、次が胴の調子なんですけども、この部分がですね、これが価格によって一番違ってくるところです。穂先はですね、シマノの竿ならですけども、安い竿も高い竿もあんまり変わらないと思います。安い竿と高い竿ではこの胴が変わってくるということなんですね。で、一般に言う腰の強い竿というのはバネがある竿のことだと思います。こう硬い柔らかいとは別にですね、元に戻ろうとするこの反発力ですね、これがある竿、これがいい竿ですね。で、そういう竿で使うと分かるんですけども、大きい魚をかけた時にただじっと耐えてるだけでこう魚の方から自然と浮いてきてくれるんですね。竿が魚を浮かせてくれるというやつです。対して安い竿はですね、これも使うと分かるんですけども、バネが足らないんですね。ただ硬いだけか柔らかいだけのどっちかです。イカダ竿の安いやつっていうのは大半硬いだけっていうのだと思いますけどね。で、いい竿が竹竿の感触で釣れるとすると、硬い竿というのは木の棒で釣ってるみたいな感触になります。こっちの引きがゴンゴン魚に行きますんで、魚も暴れます。で、魚が暴れる衝撃もゴンゴン手元に来ますんで、どうしてもこうやり取りがドタバタしてしまうんですね。ですから一言で言うてみると、竹竿の感触で使える竿で、一番その中で安価な竿、これが私の中での入門向けの竿かなというふうに思っているということです。で、結論どの竿がおすすめかと言いますと、私の個人的なおすすめですけども、シマノで言うたら正波高のニューフィラートの160、これおすすめします。中堅クラスの竿ですんでね、します。アマゾンで見たら3万円ってなってました。穂先が2本ついてますんでね、そんなもんかなと思いますけども、中切り上司と先上司のセットですから、ほとんど全ての釣り場に対応してもらえると思います。あと胴の素材にはですね、上位モデルと同じスパイラル X が採用されています。で、これの1個下に正波高 AX というのがありまして、H160 というモデルが、これが深瀬上司と先上司のやっぱり穂先が2本セットなんですけどね、これ26,600円ってなってました。これも使える竿なんですけどね、フィラーとはですね、穂先がちょっと変わってるんですよ。これシマノの竿にしては穂先が短いんですね。多分これ以降はこういうふうに変わっていくんだろうと思いますけども、これが1本6,000円ぐらいです。で、既存のこの長い穂先はですね、1本1万円ぐらいするんですね。で、初めて間もない頃ってどうしても穂先を折ってしまうんですよね。
で 1,2 回折るとして穂先を買い直すコストを足すと買いモデルの AX よりも1個へのフィラートの方がお値打ちになっちゃうんですね。ですから竿の能力的に線を引くんであればこの AX 以上が竹竿の感触でやれる竿だと私は思ってるんですけども、その辺の追加のコストのことを考えますとね今買われるんであれば一つ上位のこの正八方フィラートこれがおすすめかなと思います。このクラスの竿であれば大きな魚がかかっても気持ちよく止めてくれると思いますし何より中級者上級者になった後もですねずっと長く使っていただけると思います。でもちろんこれ以下の竿でもですね全然釣れないということはないです。釣り場の条件によっては大きい魚でも取れます。シマノですとアドバンスイカダというのはこれ1300円でした。82の160でですね先上子の160センチですね。で多分これでもですね当たりの出方は上位の竿と変わらないと思います。ですからかけるとこまでは同じにやれるでしょうね。で釣れるんであれば安いやつ進めといたらいいんじゃないのということなんですけどね私も自分で通ってきた道なんですけども安いのを買うと必ず後で高いのに買い替えることになります。表よりも早くに。でトータルのコストで考えると最初からちょっといいやつ買っといた方が結局お値打ちなんですよね。でそれからかかり釣りではですね始めたばっかりでも不意に超大型をかけてしまうということが本当にあります。で釣り竿って安い竿イコール入門用モデルということにはなってないんですね。例えば浅い釣り場で55センチの落ち値がかかって右へ左へと暴れるとするじゃないですか。でその魚をここにある竿で釣り上げるとしたら一番難易度の高い難しい竿ってどれだと思います？これ一番安い竿なんですよ。入門者の方が一番よく使いがちなこの竿がスーパーハードモードなんですね。で上級者がよく使っている高い竿これはイージーモードです。つまり使いやすい入門者向けの竿と扱いにくい上級者向けの竿があるわけではなくてですね安くてそれなりの竿と高くて高性能の竿があるだけなんですね。ですからそれなりに続けるつもりがあるんであれば、入門者の方にこそ私はいい竿をお勧めしたいなというふうに思います。あとはご予算に合わせてですね、ぜひお気に入りの一本を選んでみてください。以上、イカダ竿を紹介しました。次回はリールを紹介します。ではまた次のビデオでお会いしましょう。ごきげんよう。